여러분 안녕하세요. 모고모고입니다. 以前の動画で숙종の猫の話を皆さんに紹介したと思いますが、じゃあ숙종以外の動物が好きだった王様はいたでしょうか？今日は朝鮮王のペットのお話をしてみたいと思います。一旦まず朝鮮の最初の王、태조イーソンゲの話からしてみたいと思いますが、イーソンゲのペットはなんとゾウでした。じゃあどういったわけなのか見ていきましょう。一応、태조イーソンゲがいた時期に、日本は明と朝鮮との仲いい関係のために、朝鮮にゾウをプレゼントしたそうですね。初めてゾウという動物と会った朝鮮。こんなでっかい動物見たことなかったんでしょうね。一応日本からプレゼントでもらったものなので、専門機関まで設置して大事に育てたらしいです。で、主な主食としては豆をあげてたらしいですよね。ただ、ある日事件が起きます。ジョン・リプンになるイ・ウという人、かなり濃い官僚なんですけれども、このゾウを見て気持ち悪い動物だなと言って、かなりいじめてたらしいですよ。唾を飛ばしたり。それで、このゾウがすごく怒って、イウに突撃して、結局これによってイウは死んだらしいんですよね。小さい朝鮮王朝実録にある記録なんですね。これによって朝鮮は大騒ぎだったでしょう。で、家臣たちは高位官僚を殺したこの像を許すわけにはいかなかったので、追放しましょうと言って、テゾもすぐこれを許してたらしいんですね。で、それも追放も一番遠いチェジュ島に追放させたらしいです。実際はその中で魂胆は、この像がですね、1日豆を 40kg も食べたらしいですよ。なので、食べ過ぎで困るということで、一応追放という形で、チェジュ島に行かせて、そこで草を食べさせるような魂胆だったでしょう。まあ、結局、ゾウはこれによって、チェジュ島まで追放されますね。記録最小の動物追放になります。じゃあ、チェジュ島に行ったゾウ、どういった生活をしたかといったら、まあ、当時、チェジュ島というところは、とっても発展してなかった地域だったので、まあ、草は多かったらしいんですよ。ただし、草は食べれない。もうあまりにも豆が美味しかったんでしょうか。象がずっと草を食べなくて痩せていったという記録があったんですね。で、それを聞いたテゾはかわいそうにと言って陸地に移せという命令を下します。で、この命令によってゾウは陸地には戻るんですけれども、やっぱり陸地に帰って食欲が戻ったゾウ、あまりにも多い量を食べてしまって、人たちが食べる分もなかったようですよ。なので、各地域はこのゾウにとっても困ってたので、お互いこうやって回しながらゾウを管理してたらしいんですが、こうやって移りが多かったゾウ、ストレスが溜まってたんでしょうか。このゾウを管理していた先民を殺す事件がまた起きてしまいます。この時はもうすでに四大王セジョンの時代になっていました。なのでこれを聞いたセジョンはどういった命令をするんでしょうか。ここで家臣たちはもうダメです。処分しましょうという申し出を挙げます。で、ここで言っている処分というのは、まあ、ある意味では殺すのも考えてたと思いますが、セジョン大王は、水と草が多いところに追放という命令を下して、病気にならないように見守ってあげてという王命も下したんですよね。まあ、とにかく殺すのはいけないから大事にしてあげてという意味でしたね。で、朝鮮の記録、どこにもこの後、像がどうなったのかの記録はないんです。じゃあ、せっかくセジョン大王の話が出てるから、セジョンはどういったペットを飼ってたでしょうか？記録によると犬でしたね。じゃあその犬のエピソードがちょっとありまして紹介したいんですが、三大王のテジョンは四大王のセジョンが犬を飼ってたのが気に入らなかったみたいです。心が弱くなるという理由でした。で、これを聞いたセジョンは珍しくお父さんに反論をします。父上、犬はいいですよ。プレゼントしますと言って犬をプレゼントしてテジョンを困らせたらしいですよね。性格の強いテジョンも、セジョンがここまで犬が好きだからこれ以上は言わなかったようです。
で、実際朝鮮で誰より動物が好きだった王は9代王の성종ですよ。じゃあ일단 성종のお猿の話からしてみたいと思います。先ほどの手錠の話に戻りますが、当時の日本と琉球は朝鮮に結構お猿をプレゼントであげてたらしいですよね。記録によると、もらいすぎて困るというほどお猿をいっぱいもらってたらしいです。で、そうやって朝鮮にお猿が入って、성종時代になると、성종はお猿が大好きで、こういった命令もしたらしいですよ。この子を顔とお尻が赤い。朝鮮の冬が寒いのか、洋服とお家を作ってあげてと言って、家臣たちの返事が面白いんですけれども、猿はもともとは顔とお尻が赤いですと言って、성종のことを反対してたらしいですよね。で、それを聞いた성종もまた反論を出します。日本からのプレゼントだから大事にしましょうって、やりましょうって言ってるんだけど、家臣たちは最後までダメですと言ったらしいですね。人間でもなく、たかが動物にお家と洋服をあげるのは儒教的にはふさわしくないことだったからでしょうね。で、実際성종は動物大好きで、実際ラクダのエピソードもあるんです。朝鮮にラクダ。ピンとこないんですよね。じゃあその話を聞いてみてください。じゃあ、ある日なんですけれども、성종がとっても興奮していました。誰から聞いたのかわかりませんけれども、中国にラクダという動物がいることを聞いて、家臣たちにお願いをするんですよ。中国から帰ってくるときに、ラクダを買ってきてと言ったんですよね。そこで家臣たちは、おいくらですかと言って聞いて、で、それで、성종はわからないから、お金をいっぱいあげたらしいですよ。一応、2000万円から3000万円ぐらいを予想していたらしいですね。今の金額で。で、それを聞いたときに、家臣の中で、家臣たちの賄賂とか不営を担当するイ・ギョンドンという家臣がすごく早く走ってきて、それは絶対ありえないと言って、すごく反対してたらしいですよね。ラクダというどこにも使えない家畜のためにそういった多額のお金を使うのはいけないということでしたね。なので、猛反対によって、성종は諦めたらしいです。動物が大好きな성종、いろんなエピソードがありますが、次はその中で特に好きだと言われている鷹の話をしてみたいと思います。じゃあ、一旦まず성종は鷹が大好きで、鷹が何か狩りでも成功したら、家臣のみんなに見せてたらしいんですよ。世の鷹すごいでしょみたいな、すごく自慢してたらしいですね。それを見ている家臣たちは頭が痛いでしょう。当時、朝鮮はちょっと食料不足の問題があったらしいですね。で、昔なので、こういった問題はすべて王様が自分の仕事をちゃんとしてないからだという、家臣たちの反発がありました。それによって、성종は今まではずっと笑いながらハハハしたのに、今回はすごく怒ってたらしいんですよ。鷹がとっても好きだったでしょうね。で、結局、鷹を飼うのをやめることにします。ただ、記録で面白いんですけれども、来年、食料不足が解決したら、また飼っていいんだよねって、家臣たちに言って、家臣たちもすごく呆れたらしいですよね。성종の動物の話、ここで終わりません。성종は実際いろんな動物が大好きで実際飼ってたらしいんですが、犬も猫も飼ってたらしいですね。で、その中で鹿もとても好きだったらしいです。なので、성종の最後、鹿の話も少しやってみたいと思います。面白いエピソードがあったんですよ。普通に宮の中で鹿と一緒に過ごしていた성종。ある日、自分の息子、연산군と一緒に鹿を見に行ったんですけれども、鹿が歩いてきて、当時子供だった연산군が気に入ったのか、頬を舐めたらしいですね。普通の子供だったら喜ぶことだと思いますが、연산군は汚いと言って、この鹿のお尻を足で蹴ったらしいですよ。それでびっくりした鹿は逃げて、これを見ていた성종はもちろんすごく怒りますよね。연산군すごく怒られたらしいですよ。問題はこれじゃなくて、성종が亡くなって연산군が王になって연산군はこのことを覚えていたでしょう。王になった途端にお父さんの鹿を殺してしまいます。
まさにヨンサン軍らしいエピソードなんですよね。じゃあこういったヨンサン軍は動物が嫌いだったでしょうか？実際そうじゃなくて、ヨンサン軍は特に犬が大好きだったらしいですね。なぜでしょう？実際理由がありまして、ヨンサン軍は狩りが大好きだったんですよ。なので、狩りをするためには犬が良かったので、だから犬が好きだったらしいですね。で、さらに犬を使って家臣をいじめてたらしいですよね。つまり家臣いじめようとして犬が好きだった。まあ、ドラマの悪党とかがやりそうなことだったんですよね。で、実際ヨンサン軍は狩りで捕まったトラとかクマなども大好きで、お城の中で飼ってたらしいですね。つまり、ちょっと強い動物というか、猛獣が好きだというか、かなり力を求めていた王だったかもしれませんね。じゃあ今日はここまでです。小さい朝鮮の動物をいろいろ調べてみると、かなり面白いエピソードもいっぱいありますが、特に民間で飼ってたペットの話も結構ありました。これもいずれか皆さんに紹介したいと思います。今日も聞いてくれて진짜 고마워요。여러분、안녕。